皆さんこんにちは。今ベゼルマイナーチェンジ後のモデル、こちらの方を乗ってドライブしています。私この車納車されてから3ヶ月ほどの期間が経過いたしました。この間この車いろんな場所で乗ってきたわけなんですけれども、やはりこのつくづくですね、このベゼルっていう車は他の他社の SUV にはない、またそのホンダさんの中の SUV にもない非常に魅力的な特徴的な部分っていうのが多くあるなというところを再認識しています。あとやはり逆にですね、他の SUV と比べてこの点ちょっと弱いかな、これウィークポイントだよねっていうふうに感じる、そういったポイントも見えてきたというところです。で、今回はこの車のストロングポイント、ここはやっぱり他の車にないよねというポイントと、この点ちょっと弱いよねというポイント、この2つについてオーナーの視点で感じていること、この3ヶ月間この車マイナーチェンジ後のモデルの方のベゼルに乗ってくる中で感じたこと、これをお話しできればというふうに思います。このね、いい音がするというところがこの車の良さなんじゃないかと私は思っているんですよね。ハイブリッドの車でブーンブーンって今音しましたけど、これが奏でられるっていうのはなくって、 ZR-V とかだとこのステップアップするまでの距離がね、もっとこう速度をガーッと上げていかないとステップアップしないんですけど、いい感じでねこの車ステップアップしていって乗っていて、お楽しい面白いって思える、そういう動きをしてくれるんですよね。これがねやっぱりこの車の強み、ストロングポイントとしては上がるんじゃないかなというふうに思っています。それからこれよくお話ししていますけれども、やはり運転のしやすさ、視界ですね、これもやっぱりこの車の強いストロングポイントですね。例えばカローラクロスとかですと、この左前とか右前を見るときに視覚が大きい、A ピラーものすごく太くて寝てるんで視界が良くない、サイドミラーも大きいっていう形になっていく、そういったようなところもあります。ただやはりこのベゼルに関して言うと A ピラーの立ち方もそうですし、サイドミラーの大きさ、サイドミラーの位置も含めてとてもねうまく作っているなというところ、これが印象的で、やっぱりこの運転のしやすさというところはこの車は正直ピカイチだなと思います。今日本にある SUV の中でもトップクラスなんじゃないかなと、そういうものになっているなと。楽しく走れるよっていうところが一つポイントとしては挙げられるんじゃないかなというふうに思っています。例えば ZR-V とかですと、確かにこの高速道路とかを走っている時とかアクセルをギュッとこう踏み込んでいった時の車の加速の仕方とか、そういったポイントを見てくるとこう伸びやかな加速をしますし、やっぱりアクセルを踏み込んでいった時の絶対的なパワー、トルク感っていうのはすごい強いな、乗っていてパワーあるなっていうふうに思える、そういったものになっているかなと思うんですけれども、そこはねどうしても排気量的な差もあるので、その高速道路の域でのこう力強さっていうところは ZR-V の方に上がる部分はあると思います。しかし ZR-V に関して言うと、一般道で実際に乗ってる時って持て余してしまう感覚っていうのがあるんですよね。車の力っていうのを 100% 発揮できてないっていう形、車自体がまだまだ余裕ありますよっていう、本当その中で走ってる感触っていうのが強く出てくる、そんなような走り方っていうのになってしまいがちなんですけれども、このベゼルに関して言うと、この一般道で扱っている時にこの車の力を ZR-V よりもより引き出しながら走ってる感覚っていうのが強くあって、楽しいなって思える、そういった動きをしてくれるんですね。この辺りよりこの一般的な速度域に合ってる、マッチしているなというふうに思うんですけどね、その辺りの面白さっていうのはやはりこのベゼルというところになるんだと思います。他の車にない特徴的なところというのはもうデザインなんですよ。もうこれはねものすごい強いですね。エクステリアのデザインのこのかっこよさっていうんですかね、これマイナーチェンジ前のモデルの方がよりクールだったんですけれども、今回マイナーチェンジを経てちょっと力強さっていうものを加味されました。で加味されたんですけれども、しかしやはり唯一無二というか、もうかっこよさっていうところはものすごくね際立っているなというところが個人的な印象です。この車自体がもう発表されてからもう数年経ってるわけですけれども、やはり他にないなと、こんなにかっこいい SUV ってやはり
なかなか見ないなと、そういうふうに思えるものになっているなというふうに思います。この点だけでもね、この車は買いですし、他の車の一歩二歩先も行っている、そういった部分かと思っています。内装のデザインっていうところもやっぱり特徴的だなと、この数年さまざまな SUV 見てきましたけれども、この車のような内装のデザインを持っている車っていうのは本当見かけないなと。上質感もあるしシンプルだしっていうデザイン、それから我が家でも何個 SUV があります。カロクロだったり ZR-V だったり、そういった車たちからこのベゼルに乗り換えて思うんですけど、やっぱりここの部分ですね、ごちゃごちゃしていなくていいなって思うんですよね。ここのね、シンプルごちゃごちゃ感がない、本当に操作しやすいし運転しやすいよっていうところ、これはね、この車ならではのところだなというふうに思っています。いいところとしてあるのが、やはりこれマイナーチェンジした後のモデルに言えることなんですけれども、乗り心地ですね、あと乗り味ですね、この辺りはすごいなと思えるものになっています。他の他社の SUV にもない味っていうものが存分にある、下の方にしっかりと吸い付いている感覚っていうのが非常に強くある。これは高速道路もそうですし、一般道を走っている時でも跳ねる感覚っていうのが本当に少ないんですよね。ピタッと吸い付きながら無駄に揺らさない方向の動き方をするんですよ。この動き方をする SUV っていうのはあんまり見ないなっていうふうに思う。他の車にない特徴っていうところとして挙げられるんじゃないかなというふうに思います。続いて気になるポイントっていうところ、特に他の SUV にはあるんだけど逆にこのベゼルにはないよっていうポイントは何かっていうところなんですけれども、この車非常に運転しやすいんですけれども、これよく話してるんですけれども、やはりね、最初回転半径が大きいなというところはちょっと私も乗っていてもったいないなと思うところです。このサイズ感の SUV であるならば、もっと最小回転半径は小さくていい、例えば 5.2 とか 5.3 とかそのぐらいでないと、やっぱりそのサイズ感以上に回りづらいっていうふうに思っちゃうんですよね。でライバルの車種、例えばカロラクロスもそうですし、ヤリスクロスもそうですけれども、やはりこの車よりもぐるぐる回るですよね。小回りが利くというところって普段使いに本当に効いてくるところなので、これは私はこの3ヶ月そうですし、このマイナーチェンジ前のベゼルから乗っていての不満点としてはずっと思っているところなので、やはりこれ、今後フルモデルチェンジということになるんでしょうけれども、その時には少しこの最小回転半径というところももう少しちっちゃくなるように頑張ってもらうといいのかなっていうふうに感じているというところであります。今まさにこれホンダセンシング使ってるところの話なんですけれど、通常利用者は本当にいいんですけれども、渋滞路で使うという時のピーキーさっていうところは他社メーカーの SUV よりもちょっと劣っている部分として感じられちゃうかなっていうところは思います。今日もですね、ちょっと夜ドライブ出てきていて、こちらの方に来るもう少し早い時間で走っている時って結構渋滞していたんですよね。でその渋滞路の中走る時にもう前後に揺さぶられて、もうウォーウォーウォーって感じですね。もうこれがずっと続いたんですよね。いやいや、これはちょっとなんとかしないとダメなんじゃないかな。これ ZR-V でも起きない事象ですし、トヨタさんの SUV とか乗ってても起きないことです。輸入車でも起きないことなんで、やっぱり何かセッティング直さないといけないんじゃないのって私は乗っていて思うんですよね。この点はちょっとウィークポイントとして挙げざるを得ないのかなというふうに思っているところです。快適装備というところはどうしても出てくるかなというふうには思っています。今回のマイナーチェンジという中でサイドミラーの曇りを取る、そういった機能ですね、ヒーテッドミラーというものが四駆のものにしかつかなくなって、肉ではもうそもそも選べなくなっちゃったっていったところも含めて、乗っていてかゆいところに手が届く、そういった装備が用意されていなかったり、そもそも選択できなかったりとか、そういったものがちょっとね、もったいないなっていうふうに思うんですよね。これだけの快適性の高い、とてもレベルの高い SUV なので、オーナーが選択できるようにそういったオプションっていうのも用意しておいてくれると、選択の幅がね広がってよかったんじゃないかなっていうふうに個人的にはね感じていると。それからですね、もう一つこれちょっと弱いかなと思うのが、この車のストロングポイントとして後席の広さっていうところが
あるんですよね。でこの後席はものすごく広い。これは他の SUV、この車よりも大きい SUV にもない、負けない、入った瞬間の後ろの広さっていうのを、おおすごい広いって思えるものになってるんですけれども、その分ラゲッジはね大きいかというとそんなでもないっていうところがあります。でその後席とラゲッジどっちを取るのかっていう問題なわけなんですけれども、例えば4人とか5人で移動しましょうね、例えば家族4人で旅行行きましょうねっていう時に、どうしてももう後席の方はもうアレンジをできない、後ろの人が座ってしまった瞬間にアレンジできないんですよね。でそのアレンジができませんよという状態でラゲッジに荷物を積むとですね、なかなかやはり他の例えばカロラクロスであったりとか他の SUV と比べると、もうちょっと乗ってほしいなっていうふうに感じちゃうタイミングがあるんですよね。でこれはこの車の長さのところもそうなんですけども、やはりこの背の高さっていうんですかね、やはり絞られたこのクーペ型のスタイルの車だからこそ、そういった上背がない分やはりちょっと狭くなってしまう、高いものは積めなくなってしまうっていうところがあると、旅行とかに持っていく時にも結構思うんですよね。ラゲッジもうちょっと入ればいいなと思うんですよ。そのあたりがちょっと他の車と比較すると、この後席の使い勝手がいい分どうしてもねウィークポイントとして出てきちゃうポイントなのかなというふうに感じているというところであります。ということで今回はこのベゼルという車、マイナーチェンジ後のモデルもそうですし、マイナーチェンジ前のモデルも含めてオーナーとしてずっと乗り続けております。でその立場からやはりこの車にしかないなと思えるような凄さと、やっぱりちょっとこの点は他の車の方に軍配が上がっちゃうかな、この点がちょっと弱いかなっていうふうに思うポイント、これについてお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただきたいでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もベゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。